はい、こんにちは。今日はですね、沖縄に移住してと驚いたお話、不動産物件編ということでお話ししたいと思います。不動産物件編ですけれども、賃貸アパートの件でお話ししたいと思います。驚いたお話ですね。私は沖縄に移住して10年間不動産会社に勤めてました。移住する前はですね、京都で3年間不動産会社に勤めてたんですけど、それで今はもう独立して不動産業営んでますね。で、私がですね、京都から沖縄に移住してですね、沖縄の賃貸のいろいろ見たんですけどね、アパート。それでちょっと驚いたことですね、お話したいと思います。今までですね、この驚いたシリーズ、生活編、居酒屋飲食編、お金編ということでお話してきたんですけど、こちらパート4最後になりますね。不動産物件編になります。よかったら最後まで聞いてください。このお話が沖縄移住を考えている方の参考になればと思います。また、うちなんちゅの方は、ナイチャーはこんなことでと驚くんだと思ってお話を聞いていただければと思います。まず一つ目、海が見える賃貸アパートは少ない。私ですね、沖縄に移住してやっぱり海が見える賃貸物件に住みたいなと思ったんですけど、移住してですね、アパート探した時にですね、意外と海が見える賃貸アパート少ないんですね。もう正直ほとんどないです。あったとしても家賃がめちゃくちゃ高いんですよ。これ驚きましたね。私沖縄に移住したらですね、海が見える物件に住めるんだろうと思ってましたからね。これから移住を考えてる方もそう思ってるかもしれないんですけど、夢を壊してすいません。賃貸物件でですね、海が見える物件っていうのはもうほとんど埋まってるんですね。だから少ないっていうのもあるんですけど、もう満室っていうことですね。あともし見つけても家賃がめっちゃ高いんです。家賃が高いから空いてるっていうことなんですよ。だからなかなか難しいですよ。本当に海が見える物件探すのは。開く前にですね、決めるとか、そんな感じじゃないと多分、海が見える物件には住めないんじゃないでしょうか。沖縄の普通の家賃でですね、普通の家賃帯ですごくお金が出せるっていう方だと、分譲賃貸とかでですね、海が見える物件住めると思うんですけど、通常の家賃で5、6万で探してるとか、そういう方だと、なかなか探すの難しいです。ないことはないんですけど、あるんですけど、なかなか巡り会えないと思いますんでね。これ、驚きましたね。せっかく移住したんだから、海が見える物件に住みたいなと思ったんですけど、住むことはできませんでした。一番最初住んだのは海の近くの物件で、海が見えない物件でしたね。アパートに住みましたけどね。じゃあ次2番ですね。海の近くは湿気がすごいです。これ生活編でもお話したと思うんですけど、もう海の近くほんと湿気すごいんですよ。海が目の前の物件とか、それで海が見える物件とかにお住まいになった場合ですね、湿気すごいです。ベランダにですね、洗濯物干しても乾かないですよ。濡れてる感じがするんですよ。天気がすごくいいのに、洗濯物乾かないみたいな。なんか塩で濡れてるのかな。僕の知り合いにもですね、女村で、海目の前の物件があったから、そこを借りて住んだっていう人がいたんですけど、実際もう半年ぐらいで引っ越されましたね。眺めはやっぱりすごいいいんですけど、ほんと湿気がすごい、洗濯物が乾かないと。そういう理由で、ちょっと半年ぐらいで引っ越されても、海は見えない、ちょっと内陸の方の物件借りられましたけどね。そういうのもあるんで、そうですね、湿気が多いっていうのがあるんで、海が近い物件とか海が見える物件、海がね、高台から見えるとか、10階建てとか7階建てのアパートで、上上階の方に住んでるとか、だったら多分湿気少ないと思うんですけど、だいたい沖縄のアパート4階建てが多いんですよ。それで2、3階とかに住むこと多いんですけど、その場合はやっぱりね、海の目の前だと湿気すごいですよ。海はめっちゃ見えていいんですけどね。補足で言うと台風の時、海の目の前の物件はすごいです。本当に。台風でサッシから水入ってくると思いますよ。驚きますよ。ですんで、さっき一つ目に言った海が見える物件に住めなくても湿気がもうすごいということで諦めましょう。またこれも補足ですけど、ほとんどのうちなんちはあまり目の前が海っていうのを好まないような、この不動産やってる経験としてはそういうのがありますね。住む、居住するっていうことに対してはですね。知ってますからね、台風がすごいとか湿気がすごいっていうの。別荘とかで借りるんだったらね、別になると思うんですけど、セカンドハウスとかですね。これは余談でしたけどね。そしたら3つ目ですね。沖縄のアパートですね、シャワーがあって浴槽がないっていう物件が結構ありますね。うちなんちゅうほとんどシャワーしか浴びないんですね。浴槽で浸かるっていう習慣があまりないので、
まあ今アパートの件でお話してますけど、住宅建てる時も浴槽をつけないとかそういう方も結構おられるんですよ。ですんでアパート探した時にですね、まあ、ちょっと安めの物件とかだとほとんど浴槽ないのが多いですね。だいたいシャワーっていう感じです。これ驚きましたね。あれ浴槽ないやんみたいな。探したら。シャワーだけやんみたいな。あとこれ補足ですけどね。沖縄のお風呂ですね、たまに鏡がですね、150センチぐらいの高さのところについてるんですよ。これなんでかなと思ったらですね、沖縄の人結構ですね、立ってシャワー浴びるんですね。最初聞いた時欧米かって思ったんですけど、お風呂の椅子に座ってですね、体洗うとかいう人が結構少ないみたいなんですよね。ほとんどの人が結構立って、シャワーを浴びるんでですね、鏡が立った位置についてると。最初鏡の位置見た時、これ間違ってるんちゃうかと思ったんですけど、そうみたいなんでですね、これ余談ですね。面白いですね。そして4つ目ですね。追い焚き機能ないです。追い焚きってないんですよ、沖縄。アパートでですね。分譲マンション買うときに、たまにその内地の会社が作ってて、追い焚き機能がついてるというのはたまにあるんですけど、買うときもほとんど追い焚きないですね。で、沖縄のうちなんちはもう追い焚きっていうこと知らないです。この言葉をですね。お風呂をほとんど浸かることがないので、お風呂溜めて仮に使ったとして、2日目もその水使うのみたいな、汚いみたいなこういうイメージがあるみたいです。ちょっとうちの妻に聞いたんですけど、そういうイメージがあったと。で、私はちょっと家建てた時にですね、追い焚き欲しいということでつけたんですけど、つけて使ってみるとやっぱ子供とかが結構入るんで、便利だな、みたいな感じで妻は言ってましたね。沖縄でですね、追い焚き機能のある賃貸物件探すのはもう至難の業ですね。私も10年間沖縄でその不動産会社に勤めてて賃貸物件いっぱい見ましたけど、そうですね、一応追い焚き機能がある物件見たのは一つぐらいかな。一つか二つ。だから僕本当に物件ってすごい見てるんですよ。その中で追い焚きがあった物件っていうのは本当一つ二つだったので、もうほぼないと思ってもらっていいと思います。で、5つ目ですね。ガス乾燥機がある。これめっちゃ便利なんですよ。沖縄の賃貸物件結構ガス乾燥機ついてるんですね。内地の場合は浴室乾燥機、電気でお風呂の中で乾かす乾燥機っていうのは結構ついてたんですけど、沖縄でも浴室乾燥機あるんですけどね。ガス乾燥機ついてる物件いいですよ。洗濯機で、洗濯して、通常だとベランダに干すんですけど、そのままガス乾燥機に入れちゃうと。そしたらふかふかに乾きますし、時間もそんなにかからないんですよ。浴室乾燥機の場合は結構時間かかるんですけど、乾くまでに。ガス乾燥機は結構すぐ乾きます。コインランドリーみたいな感じで乾きますんで、ふかふかに乾きます。で、沖縄の場合ガスがですね、都市ガスなのは那覇の一部だけなんですよ。あとは全部プロパンガスです。ですね、このプロパンガス屋さんがですね、アパートにガス乾燥機をつけてくれたりするんですよ。で、ガス乾燥機がある物件がいいって言って探しに来るお客さんもおられましたしね、沖縄の場合。ガス乾燥機いいですよ。これ驚きました。内地ではなかなかガス乾燥機がある物件ってなかったですからね、賃貸物件で。浴室乾燥機がほとんどです。やっぱそれは都市ガスだったからだと思います。京都の場合ですね。ガス乾燥機がある物件いいんでですね。沖縄に移住する際はよかったら探してみてください。めっちゃ乾くやんみたいになりますよ。で、6番。うちなんちはですね、アパートのトイレですけど、トイレはタイル好むんですね。最初タイルっていうと何か古く感じてですね、なんでタイル好むのうちなんちはと思ったんですけど、やっぱ湿気が多いんでですね、トイレ洗ったりすることが通常で、沖縄のうちなんちの方の実家とか行くと大体トイレタイルなんですよ。床が洗えた方がいいっていうことですね。内地の賃貸物件の場合は大体その部屋と同じ床にトイレがあって、で、床はクイックルワイパーとかで掃除する感じなんですけど、うちなんちの人はですね、トイレは水で洗いたいという人が多いんで、そうなんだみたいに驚いた覚えがありますね。で、7つ目ですね、お風呂とトイレですね、窓がある物件をうちなんちは好むんですよ。これも同じです。湿気が多いからですね、窓があった方がいいって言うんですよ。トイレと浴室は。ただ賃貸物件でですね、トイレと浴室どちらも窓あるっていうのはなかなか少なくてですね、うちなんちの方を案内するときにトイレと浴室に窓があったらですね、すごい喜んでました。やっぱ換気がいい物件がいいっていうことでしょうね。内地の人だとお風呂に窓あると特に女性の人だったらちょっと怖いから嫌っていう人も結構いたんですけどね。沖縄の場合はそれが違うんで、ってなりましたけどね。それがいいんだ、みたいな。で、今ではですね、私もその家を作った時に妻がうちなんちゅですから、トイレとお風呂窓つけましたね。窓があった方がいいっていうことで。で、8個目ですね。
沖縄の賃貸物件はほぼ鉄筋コンクリート造ですね。内地だと木造鉄骨造ってあるかもしれないんですけど、もう沖縄はほぼ鉄筋コンクリート。木造と鉄骨、軽量鉄骨のアパートがないわけじゃないんですけどね。ほとんど鉄筋コンクリートですからね。遮音性とかはやっぱ内地よりはいいと思います。木造と軽量鉄骨のアパートが少ないっていうのはやっぱり台風があったり、シロアリの被害があったりするからだと思います。あとは、軽量鉄骨は沖縄で仕入れるのがちょっと高いというのを聞いたことありますね。それでも鉄筋コンクリートで作ってるっていうのは聞きましたね。ですので遮音性に関してですね、内地の場合やっぱ木造とか軽量鉄骨の物件だと隣の人の目覚ましが聞こえるよとかそんなのを聞いたことあるんですけど、沖縄では鉄筋コンクリートなんでほとんどそれはないと思います。遮音性は結構高いですからね。ほとんど鉄筋コンクリートなんだと思ってと思いましたけどね。木造鉄骨の物件ないんだみたいな。で、9個目ですね。沖縄の賃貸アパートの外観カラフルです。すごいカラフル。青色とかですね。ピンクとかですね。黄色とかあるんでですね。ちょっと最初この色ラブホテルだろうみたいな思ったりしたこともありましたね。でもですね、もう慣れました。ピンク、青色、黄色。これ多いんですよ。結構カラフルですよ。やっぱり、南国なんだなと思ってですね。だから僕も初めて沖縄で物件借りた時ですね。黄色の物件でした、外観が。中が良かったんで借りたと。で、たまたま外の色が黄色だったという感じですね。沖縄移住する時ですね。外観カラフルだなと思って。もうどうしても茶色がいいとか言う人もいると思うんですけど、そう思っててもピンクの外観のものを借りたりすることになるかもしれないんでね。それはもう楽しみとしてですね、捉えてください。で、10個目ですね。古いアパートはコンクリートが落ちてくることがあります。築ですね、30年以上ですかね、40年とか、そういう風になるとですね、沖縄の場合ですね、鉄筋コンクリートが中で錆びてしまってコンクリートが落ちるって聞いたことあります。私の友達でちょっと3、4万で住んでる方がいるんですけどね、天井からコンクリート落ちてきたみたいな。ちっちゃい石ですけどね、マジかってなってですね、初めて聞いたとき。引っ越し言って。でも安くて場所がいいからここがいいんだよみたいなこと言ってましたけどね。あまり古い物件だとそういうことがあるっていうのは思っといた方がいいかもしれないです。めちゃくちゃ大きいね、石が落ちてくるわけじゃないと思うんですけど、ちょっと危ないかもしれないですね。で、11番。これ11番最後になるんですけど、アパート、コンクリート住宅が多いんですけど、側面には断熱材入ってないですね。賃貸アパート作る工程をちょっと聞いたことあるんですけど、私も。一番屋上ですね。4階建ての場合は4階の天井ですけど、ここは断熱材、入れるんですけど、側面は入ってないらしいです。内地から来た建築業をされてる方が沖縄の現場で働いた時にですね、側面に断熱材入ってないんだっていうことで驚いたって言ってました。私は建築のことはあんまり詳しくないんですけどね、内地の場合は必ず側面にも断熱材入れるそうです。側面入ってないんだって言われて、って驚いたって言ってましたね。暑いですからね、寒くないんで、断熱材いらないのかなみたいな感じで聞きましたけど、沖縄特有ですね。内地で鉄筋コンクリートの住宅とかアパート作る際は結構やっぱり建築単価も高いと思うんですけど、沖縄の場合は内地ほど多分高くないんだと思います。鉄筋コンクリート作るときですね。ですんでそういうのがあるのかもしれないですね。僕もそういう住宅に住んでますけど、別に問題ないんでですね。そこは、と驚くかもしれないですけど、これが沖縄だと思って住まわれたらいいと思います。今日はですね、11個ちょっと不動産物件編、賃貸アパート編ということでお話したんですけど、沖縄移住する方は、驚くことかもしれないですけど、うちなんちゅからしたら、そんなことで驚くのみたいな感じです。沖縄に移住してね、って驚くことっていろいろあるなと本当思います。それも楽しみの一つだと思いますからね。沖縄移住する方の参考になればと思います。うちなんちゅの方もこのお話聞いていただいてたら、こんなことでナイチャーはと驚くんだみたいな感じで聞いていただければよかったと思います。お話面白かったなとか良かったなと思えばグッドボタンお願いします。チャンネル登録もよかったらお願いします。ご視聴ありがとうございました。